はい、こんにちは。今日はね、守備無限やっていきたいと思います。はい、ドーン。昔のドイツ軍で使われてた軍用車で、陸上も走れるし、水上も走れるっていう水陸両用車ですね。パッと見いい感じに動いてるんだけど、これね、本当は後ろにスクリューがついてるんだけど、今回はそれをつけてなくって、じゃあなんで動いてるのかというと、このタイヤで動いてるんだよね。で、現実ではタイヤだけでは水上はそんなに走れないはずなんだけど、結論から言うと、この世界ではこういうものっていう結論が出てて、まあ今回はね、こいつを作るのを目的にしながら、水上での乗り物の挙動を確認していこうってな話になってます。ということで行ってみましょう。まずは水上で動く乗り物のベースを作っていくわけなんだけど、できました。昔から見ていただいているお客さんはご存知だと思うんだけど、以前使ってたトラックですね。最初普通に陸上用で作って、その後間に合わせで水上用のパドルをつけたものなんだけど、まあ動かしながら話しましょうか。こいつは両軸化したモーターで前輪が動くっていうシンプル設計なんだけど、電源は2系統持ってて、これのセッティング次第で出力を変えれます。今のセッティングだと電池2つ、電池3つの2系統で、両方オンにすると合計5本分のパワーが出ますね。で、水上の動きはというと、ちゃんと動いてますね。時速は約10キロ。本体が主に木で作ってあるのと、パッと見前輪のパドルで進んでるような感じですね。まあこれがこの後問題にするところなんだけど、一旦置いといて、とにかくこのまま揚陸することもできるし、もちろんこのまままた陸上を走ることもできるので、ある意味完成してますが、問題はね、これ以前ちょっとした事故でパドルがないまま水上を走ってたことがあって、ちょっとね、あの時とバージョンも変わってるので、パドルを外して一応挙動を確認しときましょうか。電池が減っちゃってるんだけど、ちょっとセッティングを変えて、これでさっきと同じ2本。いざ。問題なく動いてますね。スピードに関してはさっきも今も時速10キロぐらいで、これはバランスだかなんだかの影響で若干上下はするんだけど、むしろパドルなしの方が気持ち速いような気がします。たまに荒ぶることがあって、これはこれでちょっと原因は分かりにくいんだけど、飛行機の時も似たようなことがあったかな。とりあえず一遍オフにして回転が止まるまで待つと治ったりしますね。それはそれで、このスイッチの作りは良くないな。揺れた時に勝手に動くんでね。まあとにかく以前作業してた入江のあたりまで無事に到着しました。
おっと、多分傾いたせいで重量が寄って破損したんだと思うんだけど、とにかくこいつの動作確認としてはこんなもんかな。で、今よく分かんなかったこととしては、パドルあってもなくても変わんなかったというか、ない方が良かった手応えまであるんだけど、それを確認するための引き合いとして、じゃん、これね、エール種のところで作られた高速ボート回なんだけど、詳しいことは元動画で見てもらうとして、軽く動きを確認してみましょう。おー、はい、こんな感じでね、水陸両用で動く乗り物ですね。スピードは確認できた数字では走るより少し速い時速20キロくらい、出力も形状も全然違うので正確な比較はできないんだけど、重要なのは現実では水の上を走れそうにないこの形でもちゃんと走れるってこと。これに関しては確かこれが公開された後だったと思うんだけど、創造神からこの世界では高速で水上を回転させる方が早く動けるで、要約するとそんな感じのお告げがあったので、これに関してはこの世界ではそういうものとして理解しときましょう。とにかくこれ強すぎるので意図的に真似はしなかったんだけど、世界の仕組みがそうなってる以上似たような結果にたどり着いたというか、こうなる運命だったんでしょうねそうこう言いながら適当に走り回ってるうちに、前回墜落したモータージェットですねちょっと上陸してみようかな。おーっとちょっとね、こいつ地上でのスピードが速すぎて障害物が多いところで走るのが難しいのが弱点かなはい、ここまでの確認でタイヤだけで海の上を走れることが分かったので、あとは実際にシュベムワーゲンを作っていきましょう。ベースにするのはさっきお見せしたトラックなんだけど、こいつ作った時はまだ設計図が実装される前だったのもあってタイヤの作りが雑なんだよね。なので公式ディスコードから滑らかタイヤ、こいつで作り直します。今より直径が少し小さくなるんだけど、その分トルクが上がるので坂道には強くなる感じかな。とにかくかっこよく作られてる部品なのでリファインとしては抜群ですね。車体は少しカットしましょうか。シャーシが長いと安定性が増すんだけど段差にお腹が引っかかることがあるので短くすることで坂道で引っかかりにくくなるはず。車体の内側には草を詰め込むことで水上での安定性を上げます。スイッチ類は元がシンプルすぎてパタパタ動いてたのでもうちょい引っかかりを良くした方がいいかも。とはいえ最近スイッチ関係でベアリングが暴れることが多いのでできるだけシンプルにこんな感じか。でスクリューがね、これ以前試した時にスクリュー1個だと水力よりも
反作用の方が大きく動くような手応えがあって、これの解決に2つのスクリューで反作用を打ち消すなんて方法も実証済みなんだけど、今回モチーフにしてるシュビムワーゲンは本来小さいスクリューが1個ついてるだけで、あんましスクリューにこだわりすぎると別物になりそうなのもあって見送ってます。で、タイヤは4つ揃ってるんだけど、もう1個これをどうするかというと、シュビムワーゲンの最大の特徴、ボンネットのスペアタイヤとしてくっつけます。よし、これで一気にシュビムワーゲンに見えてきた。あとはライトをつけたり細かいところを調整したりして、よし、こんな感じでいいんじゃないか。全体的に気持ちもうちょい大きくした方が良かったかもしんないんだけど、悪くない感じですね。ちょっとね、勝手に前に進んじゃうことがあるんだけど、これはベアリングの起源次第なのかな。とにかく動かしてみましょう。いざ。とりあえずこいつは水陸両用として水上でもバランスよく動くように作ったつもりなんだけど、結構良さそうですね。電池は1本と3本で最大合計4本で動けるようにセッティングしてます。この辺は平地が多いので地上では電池1本で十分なのと、たまに段差があるところとか、あと水上でフルパワーにするとスピードが上がりますね。地上でも普通に走ることもできるし、登板性能も上がったかもしんない。多分タイヤが綺麗になったのと全体重量が下がってるおかげじゃないかな。おっと、タイヤがプラスチックから松材になったので衝撃には弱いか。はい、ちょっとね、水上では回転を上げても安定できそうなので、その分予備バッテリーを追加して、あと本物にはないんだけどバンパーをつけときます。徹底的にやると形が変わっちゃうんだけど、これで衝撃のダメージがいくらか減らせるはず。よし、じゃあ最後に地上の走行を見ながらまとめに入りましょうか。ということでシュビムワーゲンやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。実際には過去にやり損ねてた確認作業と最新環境でのリメイクだったんだけど、なかなかいい車両が出来上がりましたね。トラックと比較して車輪が小さい分地上でのスピードが遅かったり、シャーシが短い分荷物を積んだ時のバランスが悪くなるんだけど、水陸をオールラウンドでいけるのでその時の状況次第で使い分けるのも良さそうですね。で、同じく水陸両用車でもうちょい後にやろうと思ってた軍用車両があるんだけど、この流れでついでにやっちゃおうかな。ということで次回は ACV やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。